ちは。フォトだよ。シルだよ。ねえねえシルちゃん、最近とってもすごいことが発見されたんだよ。すごいことってなに？レオナルド・ダ・ヴィンチっているじゃん。知ってる。昔のヨーロッパのすごい画家さんだよね。そうそう、ダ・ヴィンチって画家として有名なんだけど、科学者としてもいろんな発見をしたすごい人なんだよね。それで描いた絵にも科学的な要素が結構あって、その部分について注目されることがあるんだけど、これまでわからなかったある作品についての謎が最近になってやっと解けたって言われてるんだよ。そうなんだ。それは一体どういう謎だったの？ダ・ヴィンチの残した著書にリトルウィウス的人体図っていうすっぱだかのおっさんが大解放してる有名な絵がある。なんでモザイク入れたの？万対策。それでこれは人体の理想的な体の形のバランスを表しているんだ。もちろん体の形なんて個人差がすごくあるし、人種とか性別でもかなり違う。なのになぜそれを理想としたかというと、黄金比っていう幾何学的な考え方を取り入れていると言われているんだけど、実際に測ってみるとあんまり黄金比は関係ないみたいで、じゃあ実際には何を基準にこのバランスを理想としたのか。これが500年以上謎となってたんだ。それがやっと分かったかもしれないってことだよ。黄金比って何？黄金比っていうのは1対 1.618 の比率のことで、人間が最も美しさを感じる構造の比率だと言われているよ。そうなの？それって誰が決めたの？シルは深淵の円周率とか数学のすべての単位の概念を完璧に結びつけているオイラーの等式の方が美しいと思うけどな。シルちゃん絶対黄金比のこと知ってるでしょ。無知を装ってから突然強襲してくるのよくないよ。まあ黄金比が最も美しいかどうかは置いといて、黄金比のことをもう少し詳しく説明するよ。正方形の一点の中点から対辺の頂点に向けての線分をそのまま頂点方向に向けてパタンと倒す。それを底辺として正方形の延長線で長方形を作る。これが黄金比を持った長方形だよ。これの何が美しいの？それはこれからだよ。この長方形から正方形の成分を取り除くと、これまた黄金比の長方形が残るんだ。つまりこの操作は理論上永遠に続けることができて、この比率構造は有限の構造の中で無限に続いていくということになるね。数式で表すとこうなるよ。すごい美しい。でも条件がちょっと多いから、同じ幾何学でも練習率には負けるかな。さらに幾何学に加えて解析学と代数学をつなげてるオイラーにはやっぱり美しさでは遠く及ばないね。アグレッシブなタイプの理工学系マスターみたいなムーブやめて。それじゃあ数学的な美しさについてもうちょっと。黄金比はフィボナッチ数列というのについても深い関わりがあるんだ。フィボナッチ数列はウサギのカップルが一定期間でカップルのウサギを産むと考えたとき、ウサギはどう増えていくかということを表した自然科学的な数論だよ。近親相関じゃん。現実は絵の漫画じゃないよ。いやウサギの話だからね。あと近親交配は先性遺伝を誘発しやすいとか、実際に必ず一定期間で雌雄一対を産むのかとかのツッコミはなしだよ。この増えるウサギさんの関係を数列として表すと、以前の2項の和が次の項の数字になるといった数列になるよ。それがどう黄金比と関係あるの？フィボナッチ数列をそのまま見ても黄金比とは関係ないんだけど、それぞれの項と前の項の比を見ると、数列が進むにつれてどんどん黄金比に近づいていくんだ。つまりフィボナッチ数列の各項の比は黄金比の近似値が並んでいるということになるんだよ。これをもともとの自然の出来事から抽出された要素と考えると、自然の根幹には黄金比が関わってくるとも言えるね。実際に黄金比は巻き貝の螺旋模様や植物の枝分かれの仕方など自然のいろんなものに見て取れるよ。そういう意味では黄金比は有限の構造の中で効率よくより多くの構造を持たせるために自然が選択する基本的な仕組みの一つであるとも言えるね。すごい、黄金比すごい。でも自然って言ってもユークリッド幾何の範囲でそう言えるってだけでしょ。
自然を量子力学の範囲まで拡張するなら、やっぱり無限次元複素ヒルベルト空間で虚数領域も含めた関数解析をしないとね。シルちゃんは一体何と戦っているのかな。そんなわけでこれが黄金比なわけだけど、ダヴィンチがウィトルウィウス的人体図で基準にしたのはどうもこれではないっぽい。後世の人が勝手に意味があるって勘ぐってるだけで、本当のとこは適当に描いただけなんじゃないの？昔の記述って結構そういうのあるじゃん。ボイニッチ思考とか、私が見た未来とか、聖書とかタナハとかコーランとか仏典とか古事記とか。世界中のあらゆる社会勢力を敵に回そうとするのやめて。まあそんな風に、実はそんなに意味はないんじゃないかという意見も確かにあったんだけど、それが最近になって別の発見がされたんだ。それはなんとこの絵の裸のおっさんのチンチンにあったんだよ。なんて？チンチンにあったんだよ。もう一丁。チンチンに。やめて。公衆の面前でそんなにチンチン言わないで。完全にライン声だよ。頭大丈夫？せやな。それで謎がチンチンにあったってどういうこと？それはね、ダヴィンチが残したとされるこの絵についての別紙のメモ書きの中にある記述があったんだ。足を広げて頭を身長の14分の1下げ、手を伸ばした指が頭頂部の線に触れるまで上げれば、伸ばした手足の中心はチンチンになり、足の間の空間は正三角形になる。あれ、ちょっと待って。それって正三角形にならないよね。股関節はだいたい体の中心軸の関節と見ていいとして、手の付け根の関節って体の横についてるよね。そうすると、手の方は文字通り手じゃなくて、腕の付け根から体線を引っ張らないとダメなんじゃない？そうすれば足の空間は正三角形になるけど、この場合頂点はチンチンじゃなくておへそになるよね。バレたか。そうだね。実は謎の鍵はチンチンじゃなくておへそだよ。なんで嘘ついたの？こっちの方が面白いから。このクソだぬき。まあそんなこんなで、これをその通りにして作った股間の正三角形を解析してみたら、その三角形の辺と身長と水平に広げた両手幅を等しいとした時の正方形の辺は約1対 1.64 の比率になっていることが分かったんだ。なんか黄金比に近い感じもするけど、スケール的な誤差で考えるとだいぶ外れてる気もするね。そう、これは黄金比じゃない。むしろ数学的には黄金比よりもっと高度な構造比率に近いんだ。黄金比でも言えることだけど、自然というのはなるべく無駄なエネルギーを使わないように、基本的にはより効率的な構造をとるようになってる。だから物質の結晶構造を考える時なんかに、ある結晶格子の中に原子をなるべく多く敷き詰めるにはどういう敷き詰め方が最適かということを数学的に考えたりするよ。これを細密重点構造というよ。細密重点構造は結晶構造を考える以前から非科学の分野で3次元空間に球をなるべく多く敷き詰めるための最適配置はどういうものかといった感じで考えられてたよ。チンチンの話してると思ったら、今度はたまたまの話になってきた。誰がうまいことを言えと？それでこれは古くからいろいろと考えられてたんだけど、20世紀初頭に細密重点構造は多面体としての安定性にも関わってくるということが分かってきたよ。これはベクトル平衡とかテンセグリテイ構造なんて言われるようになってくんだけど、これの基本的なものに正三角形でできた正四面体の理想的な四面体比ってのがあるんだ。その値はなんと 1.633 なんだ。さっき言ってたのにすごく近い。それでさっき言ったみたいに、この値はたまたまを敷き詰める細密重点構造でも出てくるんだ。正六角柱で同一半径の球の細密重点を考えることを六等細密重点構造というんだけど、この構造での理想的な軸率も 1.633 となるんだ。さらに私学では人間の顎の構造において発揮できる光合力などの観点から最も機能的な基本構造とされるボンウィルの三角というものがある。それとは別に
眉間あたりを中心とした下層球面に沿って歯列が決まっているとするモンソンの球面理論というものがある。これらはそれぞれ別の知見だけど、これを組み合わせるとボンウィル三角で作った正四面体の外接球の半径とモンソン球面の半径の比がこれまた 1.633 となるんだよ。何これ？なんでこんなにいろんなところで 1.633 って数値が出てくるの？それは要するにこの 1.633 って比率が自然のシステムにおいて最適な空間配置を定義する数学的な関係性だということだね。だけど驚くべきことは、これが分かってきたのは20世紀に入ってのことだけど、15世紀のダ・ヴィンチがすでに直感的にとはいえ気づいていたのかもしれないってことだよ。当時は中世ヨーロッパの後期にあたる時代だから、近代以降に確立された科学的な議論形式はまだなかった。それがもしもっと早くできてたら、もしかしたらダ・ヴィンチは芸術家としてじゃなくてニュートン級の大科学者としてブイブイ言わしてたかもしれないね。すごい。ダ・ヴィンチかっこいい。描いたのが裸のおっさんじゃなくて図形と数式だったなら、きっと歴史が変わってたね。そうだね。まあ偶然こうなったって可能性もなくはないけど、別紙のメモに補足があったことと、大雑把だけど円と正方形を絵にわざわざ加えて理想のバランスという概念を示唆していることから、かなり信憑性のある話だと思うよ。ダ・ヴィンチに限らず過去の文献の重要な部分は失われていなければ調べ尽くされていると思いがちだけど、実はまだ見ぬ謎がまだまだあるのかもしれないね。ワクワクするね。現代でもまだ知られてないようなことも眠っていたりするかも。温故知新って言葉もあるしね。学術は幅広くあるべきだね。今回の研究論文はテイラー&フランシスっていう科学ジャーナル誌でオープンアクセスになってるよ。誰でも全部見れるから興味があったら見てみてね。それじゃあ今日はこれでおしまい。せーの。ご視聴ありがとうございました。この動画は我が国における科学知識の一般理解と学術知見のエンタメ活用を推進するほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。